KOF13 グローバルマッチ発売日決定。 PS4 任天堂スイッチにて2023年11月16日に発売なのだ。先日のエボに合わせて目に優しくない公式トレーラーも発表されたのだ。ぜひ見るのだ。あら、急にどうしたの？ずんだもん、案件でも来たの？こんな弱小チャンネルに案件なんて来るわけないだろ。思い出の格闘ゲームの KOF13 がロールバック実装などのネット対戦強化で発売されるのだ。2010年に稼働したゲームが今更とか言うな。結構長く遊ばれたゲームだから嬉しいプレイヤーも多いと思うのだ。それに今回の発表はネットワーク対戦の強化が主だけども、今のゲーム機に合わせたものというのが純粋にありがたいのだ。 PS4 向けに出すということは PS5 でも遊べるということなので、対戦会の会場でも準備がしやすいのだ。それに PS3、Xbox と Steam 版は厳密には違うゲームなので、プラットフォームの更新で機器が統一されるのも良いことなのだ。なるほど、確かに前のゲームが新しいプラットフォームで遊べるのは純粋に寿命が伸びるから嬉しいわね。そうなのだ。だから今回は KOF13 について少し触れようと思うのだ。思い出のゲームを語るチラシの裏ね。いいでしょう、付き合いましょう。言い方はあれだけど、よろしく頼むだ。KOF13 は2010年に一部のゲームセンターで稼働を開始したのが始まりなのだ。一部というのは KOF は SF に並ぶ有名タイトルだと思うのだけど、全国的に稼働ではなかったの？そうなのだ。KOF13 は名前の通り KOF の13番目のタイトルなのだけども、前作である KOF12 の人気が振るわなかったことから導入に消極的なゲームセンターが多かったのだ。当時はまだネシカなどの複数タイトルが遊べるものに選ばれる環境でもなかったので、基盤を買う必要があったのだ。なので購入を戸惑ったゲーセンが多かったのもやむなしなのだ。 KOF13 はプレイする場所にも苦労したものなのだ。ゲームセンターが低迷期を迎えた頃でもあったので、色々と噛み合わなかったというのもあったのだ。今ではネシカのタイトルに入っているわよね。 KOF13 クライマックスが稼働しているのだ。初めの KOF13 とは違うタイトルなの？ KOF13 クライマックスは KOF13 家庭用のマイナーチェンジ版なのだ。ちなみにゲームセンターで稼働した KOF13 と家庭用 KOF13 は別物なのだ。なんかややこしいわね。どういうゲームかを説明する前に稼働の歴史を少し整理しようなのだ。お願いするわ。まず2010年にゲームセンターで稼働した KOF13、最後の闘撃にも選ばれたタイトルであり、 KOF としては初の稼働後にアップデートを入れるというものだったのだ。基盤販売のものにアップデートを入れたの？そうなのだ。昔のゲームは今と違ってオンライン環境が付随するものではないので、販売したら基本的にはそれきりで、後からバランス調整を細かく入れることはできなかったのだ。今ほどオンライン環境が揃ってない時代なのだ。なのでバグや壊れ要素などはそのゲームの一部としてやり込むものだったけども、 KOF13 はバグ調整を一度入れたのだ。 SNK がアップデートパッチを後から追加したということで、界隈ではざわついたのだ。アップデートを入れたものを含めて無印版 KOF13 もしくは13無印などと表現したのだ。非常に尖ったタイトルではあったのだけども、 KOF12 から受け継いだ芸術的なドット絵と従来の KOF のようなスピード感、そしてズネさんという方が運営する KCE スタジオの尽力もあり、 KOF13 の熱は確かに存在したのだ。プレイされたことがあるプレイヤーは K ダッシュにたくさん蹴っ飛ばされたり、ライデンに高速に蹴っ飛ばされたりした思い出があると思うのだ。そして KOF13 は家庭用である PS3、Xbox に舞台を移したのだ。舞台を移す？単に家庭用への移植ではなくて？そうなのだ。無印 KOF13 と家庭用 KOF13 は全くの別物なのだ。家庭用の KOF13 はゲーセンで稼働していた無印 KOF13 を元に調整、回収され、全くの別ゲーとして発売されたのだ。キャラクター調整だけでなく、ゲームシステムにもがっつりテこ入れが入っているのでマジで別ゲーなのだ。なので家庭用の KOF13 は無印 KOF13 とは呼ばず、家庭用 KOF13 と別物として分類して呼ぶのだ。この時点でややこしいわね。ではゲーセンで稼働していた KOF13 は移植されなかったの？そうなのだ。じゃあ無印 KOF13 はどこ行ったの？
家庭用に出てないのではもう遊べないんじゃないの？その通りなのだ。なのでもう遊ぶことのできない無印系 OF13 は幻のタイトルなのだ。厳密には世界のどこかにまだ生きている基盤があれば筐体に入れて遊ぶことはできるのだ。個人的には無印系 OF13 はこれで面白いゲームなので、何かしらの形でまた世の中に出てほしいとは思うのだ。で、家庭用系 OF13 がしばらく遊ばれたのだけども、2012年に家庭用系 OF13 を元にしたゲームザッキングオブファイターズ13クライマックスが稼働したのだ。これは家庭用系 OF13 を準拠に調整されたもので、家庭用で追加されたキャラクターも参戦しているものなのだ。処理落ちの具合とか入力遅延とか一応細かい違いはあるのだけども、おおむね家庭用系 OF13 をゲーセンへ逆移植したものと見て問題ないのだ。この辺りからプレイヤーの交流もさらに盛んになり、このゲームはそれなりの盛り上がりを見せたのだ。一番遊ばれたのがこのタイトルなので、大体の人がイメージする系 OF13 はこのタイトルのことなのだ。単に系 OF13 と言われれば、系 OF13 クライマックスのことを指していると思って問題ないのだ。その後にザッキングオブファイターズ13クライマックス4ネシカライブが稼働したのだ。ネシカで稼働したことによってネシカを導入しているゲームセンターならどこでも系 OF13 をプレイできるようになったのだ。そして2013年に Steam にてザッキングオブファイターズ13 Steam エディションが発売されたのだ。これは系 OF13 クライマックスを準拠に発売されたもので、実質オンライン対戦のついた家庭用版になっているのだ。クライマックスのタイトルはついていないのだけども、KOF13 Steam イコール KOF13 クライマックスと見て問題ないのだ。 PS3 Xbox 版の家庭用系 OF13 のオンライン対戦が不評だったこともあり、オンライン対戦環境が改善された Steam エディションはプレイヤーに歓迎されたのだ。びっくりするぐらいサブタイトルがどちらかってるわね。この辺りの統一感のなさはちょっと擁護できないのだ。で、この動画の本題であるザッキングオブファイターズ13グローバルマッチが PS4 任天堂スイッチで2023年11月16日に発売決定なのだ。今なお系 OF13 をプレイしているプレイヤーはここに集約すると思うのだ。大分ややこしいけども、要約すると今劇にも選ばれたタイトルは無印系 OF13 リメイクとも言える調整をした家庭用系 OF13 家庭用系 OF13 をベースにした系 OF13 クライマックス、そして系 OF13 クライマックスの家庭用とも言える系 OF13 Steam エディション。同じようなタイトルだけど一応全部別物。頭こんがらがりそうね。エボとかで一番盛り上がったのは家庭用系 OF13 なので、こいつの正当進化版が年末に出ると思えばよいのだ。次に系 OF13 がどんなゲームだったのか。だけども一言で言えばコンボゲーなのだ。 SF のように単発の牽制技を振り合うこともあるけども、非戦場が空中行動ということもあり、基本的には必殺技までつなげることを前提として連携を組むのだ。さらに必殺技から必殺技につなげるドライブキャンセル、一定時間必殺技をつなげ続けられるハイパードライブキャンセルなど、必殺技をつなげまくるゲーム性なのだ。この辺りは現行でプレイされている KOF15 にも受け継がれているのだ。ドライブシステムスト6でも似たような名称よね。そうなのだ。名前は似てるけどもシステムは別物なのだ。あんまりいないとは思うけども、同じような名前のシステムだからスト6のノリでできるかもとは決して思ってはいけないのだ。絶対に公開するのだ。さすがにいないと思うけども。そして KOF13 の一番の魅力は今なお高く評価されている芸術的ドット絵キャラクターを操作できるという魅力があるのだ。システム的には必殺技から必殺技へとつなげられる自由度と爽快感、オリコンのような連続入力による倒しきりの達成感などが挙げられるのだ。このスピード感を操作する快感はハマる人はハマるのだ。このドット絵技術本当にすごいわよね。素人目から見てもすごいとわかるスーパー変態技術よね。これ作るのに倒れた人が出たと言われても納得なのだ。 3D モデルを作った後にその 3D データを元にドットを差し込んだらしいのだ。素人にはその凄さの全部はわからなかったのだけども、それは2回キャラを作っているということではと震えたのだ。このドット技術はピクシブにハイレゾ KOF 風として個別記事が書かれるほどなのだ。ドット絵に関しての奮闘は公式が上げているコラムなどがあるので、
興味がある人はぜひ検索してみてほしいのだ。今もゲーマーを魅了し続けるドット絵の表現、心に訴えかける何かがあるのは間違いないと思うわ。ところで、KOF13 は随分前のゲームだけども、オンライン対戦が強化されたら人におすすめできるゲームになるのかしら？いや。KOF13 を知らないプレイヤーにおすすめするための動画じゃないの、これ？いや、残念ながらおすすめをしたいから紹介をしている動画ではないのだ。ただ、前に流行った格闘ゲームが PS4 で出るよ。やったね、メタンを言いたかっただけの動画なのだ。既存のプレイヤーは PS4 の舞台に来ることをおすすめするけども、新規、特にスト6あたりから格闘ゲームに興味を持った層へのおすすめとしては正直厳しいのが本音なのだ。スト6とは同じノリではできないからかしら？それももちろんあるのだけども、一番の問題はデバイスなのだ。このゲーム、カットはマジで厳しいのだ。ついでに、レバーレスも厳しいと思うのだ。昔のゲームでスピードも速いし、昇竜から昇竜をつなげたりとかも求められるので、普段パッドで遊んでいるユーザーはもちろん、SF6 向けにレバーレス使ってるプレイヤーにもおすすめしがたいのだ。KOF13 は、というより、KOF 自体の必殺技コマンドが長いのもあって当て込んでないと厳しいと思うのだ。古から格闘ゲームをプレイしているプレイヤーは気にならないと思うけど、コマンドの簡略化を目指した最近のゲームから始めた人は厳しいと思うのだ。良い言い方だと昔馴染みのゲームで、悪い言い方だと時代に逆行したゲームってところかしら？おおむね同意するのだ。でも逆にアケコンユーザーにはちょっとおすすめしたいゲームなのだ。というと？まず KOF13 はコンボが結構難しい方のゲームなのだ。コンボ自体が長くなりがちなのもあるんだけど、複雑な入力を求め続けられるコンボ内容なのだ。とりあえず勝ちが欲しいという要望には一切お答えできないゲームなのだけども、しっかりコンボを練習した上で相手を分からせて勝つというのが出しやすいゲームなのだ。しっかりコンボ練習をしないといけないというゲーム性に駆られてコンボを練習することができるのだ。なのでアケコンの入力精度を上げたい人にはおすすめしやすいゲームなのだ。ゲームとして楽しむのではなく、練習用として楽しむということかしら？ちょっと修行僧みたいな考え方じゃない？否定はしないのだ。コンボの難易度は高いけど爽快感はあるので、動画を見てやってみたいと思ったプレイヤーは KOF13 に手を出してみるのを考えてみてほしいのだ。スト6では味わいにくいコンボを当てた時の爽快感を体感できるのは保証するのだ。ただしアケコンユーザーに限るのよね。まあ嘘はつけないのだ。今回は本当にざっくりとだけど KOF13 についての動画だったのだ。発売予定のザ・キング・オブ・ファイターズ13グローバルマッチは現段階で PS4 で2回ほどオープンベータテストがあったのだ。3回目があるかはわからないけども PS4 ユーザーは3回目があればぜひ試してみてほしいのだ。検索の手間はあるけどコンボの情報とかは困らないはずなので、動画なども含めて調べてみてくれると嬉しいのだ。KOF13 は根強いファンも多いので、グローバルマッチが発売してからも情報は溢れるはず。だから情報に関しては困ることがないのは保証するのだ。まとめさせてもらうと、KOF13 の魅力は最高潮のドット絵、スピーディーさから生まれる爽快感、アケコンユーザーの技術向上へのおすすめというところかしらね。逆におすすめしがたいところは、バット、レバーレスユーザーがプレイするのは厳しい。古いゲームなのでスト6ほどの対戦相手は望めない。コンボの難易度的に手軽な勝ちは望めない。といったところかしら。そんな感じなのだ。気楽に買ってね、とは言えないけども、値段次第では一考してみてほしいのだ。3回目のオープンベータテストがあったら、対戦動画をアップロードしてみたいと思うので、よければまた見てほしいのだ。では、今回はこんなところで、最後までご視聴ありがとうございました。なのだ。それほどでもないゲーマーチャンネル。